おはようございます。たかしです。本日は4月11日木曜日、ただいま8時18分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は陰線ですね。上髭、下髭を伴った陰線になっております。ここのところずっと上昇はしてきていたんですが、この黄色のラインにぶつかって火曜日が上髭の陽線、そして昨日は一旦上昇して上抜けるかと思ったんですが、昨日の CPI をきっかけに下落して、かといってその下落しきらずに再び戻されたという、そういう動きを昨日はしております。本日下落から始まっておりますので、この昨日のローソク足ですね、この髭先の高値安値がありますが、それをどっちに抜けるかっていうところを見ておきたいです。日足のストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきております。前回デッドクロスっていうのがちょうど3月20日ぐらいのこのチャートが大きく上昇して大きく下落した、そのポイントになるんですが、そこではストキャスティクスが下落してきておりますので、今回もストキャスティクス下落してくると大きめの下落になっていく可能性があります。もしかすると日足の GMMA 付近まで戻してくる可能性があるので、まずはストキャスティクス今高値圏からだんだんと下落方向に向かっておりますので、本日も基本的には下落方向に動きやすいのかなと思いますが、まずは昨日のこのローソク足の髭先高値安値っていうところを明確に抜けられるかどうかに注目。安値をこれ下抜けてくると GMMA の青帯付近まで下落するのかなと思いますので、その辺の動きに注目しておきたいです。今は一旦この黄色のラインから下落方向には動いてますが、基本的には GMMA の青帯上向きで上昇トレンド中ですので、そこは間違いないようにしてください。では4時間足です。昨日は一度強く上昇したんですね。ただ CPI で下落して、結果的にはダブルトップでの下落になっております。現在は GMMA の青帯付近にありますので、ここから反発上昇できるのかというところですね。今のところこれ4時間足見てもわかるように高値を切り上げ、そして安値も切り上げの上昇トレンド中ですので、その中で一旦押しをつけに来たというそういう形です。ですので現在地付近で値固めをしてそこから上昇していく可能性もありますし、日足を見ているとここから下落しそうな、日足のストキャスティクスは今デッドクロスして下落中ですので、もう一段下落してくるかもしれませんので、もし GMMA の青帯付近から反発上昇するのでしたら、昨日の高値を目指していく。そして先ほど言ったように、昨日の安値を明確に下抜けてくればもう一段下ですね。190.7 とか8とか、そのあたりまで下落してくると考えておきたいです。日足のストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしておりますが、4時間足はストキャスティクスそろそろ安値圏に入りそうなところまで来ております。もうちょっと下落余地があるので、基本的に本日も上値は重くなってくると思いますが、やはり現在地付近で値固めするかどうかっていうところがポイントですので、その間に4時間足のストキャスティクスが安値圏まで入れば、ここ現在地付近から上昇していくと考えますし、ストキャスティクスが下げ切る前に GMMA の青帯を明確に下抜けてくるのであれば、先ほど言った 190.8 とか7付近まで下落してくると考えておきたいです。では1時間足です。昨日の下落はこの緑のトレンドライン付近まで押しをつけるような、そういう下落になってきておりますね。昨日は一度強く上昇したものの、結果的に下落でダブルトップからの下落、そしてトレンドライン付近まで今押しをつけてきた形。過去の動きを見ていると、このトレンドライン付近から現在地付近で値固めができれば、ここからの上昇を考えておきたいです。そして先ほど言ったように、昨日の安値を下抜ければこのあたりの安値ですね。4月5日の安値付近で 190.7 か8ぐらいまでの下落をイメージしておきたい。ただ現在は4時間足の GMMA がすぐ下にあるので、底堅い動きはしているんですが、1時間足の GMMA は明確に下抜けております。そして昨日一旦反発上昇したんですが、1時間足の GMMA で上値を抑えられて下落してきてますよね。ということは、今は4時間足の GMMA、そして1時間足の GMMA で挟まれている間にありますので、これを抜けた方についていくという、そんな考え方がいいと思います。ですので本日は分かりにくい動きをしそうですね。まずは1時間足の GMMA
GMMA を上抜けたら昨日高値までの上昇。そして4時間足の GMMA、つまり昨日の安値を明確に下抜けてくれば、もう一段下がってくるというそんな考え方ですので、まず現在地付近でどちらに動くのかっていうところを待っておくのがいいと思います。では次はドル円の日足です。ドル円はようやくこのもみ合いを上抜けてきました。そして今朝方一度153円までタッチするような動きになってきてますね。ここまで上昇してくると次は為替介入の警戒感が上がってきますので、大きめの下落っていうところはイメージしておきたいです。ただし介入期待のショートエントリーっていうのはしないでください。どこで介入が入るかわかりません。もちろん現在地付近から介入が入って下落するのであれば、現在地付近から5円幅ぐらいまで下落する可能性はあるんですが、介入が入るかどうかはわかりません。もしかすると155円ぐらいまで上昇してから介入が入るかもしれませんので、ですので介入期待のショートエントリーっていうのはしない方がいいです。基本的にはこの上昇トレンドに沿っていくっていう考え方ですね。ただし日足今ストキャスティクス高値圏ですよね。ですので基本は調整の下落を待ちたいですね。では4時間足です。今までずーっと長い期間ここで揉み合ってきました。白と水色のラインに挟まれたところで揉み合ってきて、そこをようやく上抜けてきたので GMMA の青帯が今ほぼ横ばいに近かったんですが、そこからもう一度上昇に向かっていけるのかっていうところですね。ですので昨日の上昇急激すぎますので、一旦は調整の下落を待ちたいです。本日じりじりと下落してくれば4時間足の GMMA まで下落する可能性はあるんですが、そこまで下げてくると結構大きな下落になりますので、それは現実的にちょっと難しいのかなと思うので、そこまでの下落にならずとも1時間足の GMMA ぐらいまで下落してからの再上昇っていうところを考えておきたい。ただどんどん上昇していくようですと為替介入が入りやすくなってくると思いますので、そこはご注意ください。4時間足もストキャスティクスは高値圏ですよね。ですのでまずはこのストキャスティクスが過熱感を解消するようなじりじりという下落ですね。本日横ばいなのかじりじりと下落するのか、そういう動きをイメージしておきたいです。では1時間足です。1時間足を見ていてもわかるように昨日の急騰かなりの値幅大きく上昇してますよね。そして153円の手前で止められていたんですが、今朝方に最後の一伸び153円を超えるような上昇をしてからの今下落中です。先ほど言っていたようにまずは1時間足の GMMA 付近までの下落を待ちたいので、だいたい152円のミドルぐらいですね。そんなあたりまで下落してくるのか、現在地付近で揉み合って GMMA が追いついてくるのを待ってそこからの再上昇なのかっていうところを見ておきたいです。ただ基本的には為替介入がいつ入るかわからないところにありますので、あまりどんどん上値を追っていくというよりは下がったところから短く買っていくという、そういうトレードの仕方が安全だと思いますので、為替介入期待のショートエントリーはしないでいただきたいんですが、この上昇についていくにしても為替介入がいつ入るかわからないという状態で上昇についていくのもかなりリスクが高い、そういうところには来ておりますので、トレードは慎重にしっかり下がるのを待って、しっかり押しを作るのを待って、そこからの短い上昇に乗っていくっていう、そういうトレードの仕方が安全だと思いますので、そのあたり参考にしていただければと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。